伝道師アーサー・ホーランド牧師からありがたいお話を聞かせてもらおうと思います。皆様拍手でお迎えください。Oh, good evening, ladies and gentlemen. 皆さんこんばんは。アーサー・ホーランドでございます。夜でも朝、昼でも朝、親父ギャグごめんなさい。親父です。74です。この美形の体、この止めてくんない美形の体、週に5回トレーニング。うっす。Nice to meet you. 君にとってタトゥーはどういうこと？ステンドガラスみたいな。すいません、大丈夫です。ちょっと。お前にキスするの忘れて。今彼が言ったのは、僕はその映像の中で、人は皆ステンドグラスのようなものってキュープラロスが言ったんだよね。で、案外こう入れ墨っていうのは熱心な、堅苦しいキリスト教者にはタブーなんだよね。でも俺は牧師になってからタトゥーを彫って入れ墨を彫ったわけさ。だからそういう意味ではタブーを通してこのスピリットを表現するのが俺の働きなんだよね。言葉は音色、体は楽器、言葉の音色を奏でるためには楽器をチューンアップ。何言ってるか分かんないけど、それは俺の話は言葉で聞くんじゃなくてハートで感じてほしい。入れ墨を彫られるときにもう言葉はいらない。バイブレーションでインクが入っていくように、お前の心の中にこの言葉をね、刻む言葉をこう伝えていきたいなというのが俺の思いなんだけど、牧師して40年で、日本では過激派という牧師なんだよね。別にそういう宗派があるわけじゃないんだけど、だいたい教会を持たない牧師なんだよ。持つと来てほしくないやつらが来るからってどうしようもない牧師。でも俺から言わせればもうこれはキングオブタトゥーチャペルだよ今日は。ね、キングオブタトゥーチャペル。だからこういう教会もあっていいんじゃないの。結構牧師になってからいろんな入れ墨の彫り師が俺の話聞きに来て、そしてクリスチャンになるやつたちが多いんだよね。で俺は日本の彫り師は世界で一番だと思ってるわけ。だから俺今日このキングオブタトゥーで今彫り師たちがいっぱいいるけど、もちろん日本からの彫り師はほとんどだけど、外国の彫り師もいるけど、みんな拍手しない彼らに。We want to thank you。 皆さんありがとう。入れ墨の彫り師 Thank you very much。 あなたがいるから俺たちのこの体にインクが入って、これは一人で自分で彫る人もいるけど、ほとんどの人は自分で彫ることはできない。人のおかげなんだよね。今回結局テーマは人ってね、この人っていう字って人に2つってこの漢字が入ってるわけ。ってことは何を言ってるかっていうのは、人は人と向き合いながら愛情、憐れみ、慈しみを持って人と接点を取っていかないと本物の人間になれないってやばいぜベイベーね。ですから人っていうのは慈しみ、思いやり、親切。これは五輪五条の中の一番最初の言葉なんだよね。人、これはどこから来てるかというと、中国の孔子、老子から来てるわけ。だから人っていうのは他への愛情でね、ここにいるみんなこわもての、さっきも全面入れ墨だらけの彼も見たら全然怖くない。遠くから見たら怖く見えるけど、でも接すると非常に優しい。だから日本のタトゥーしている人たちってみんな結構思いやりがあって愛情豊かな人たちが多いんだよ。で俺は教会持たない牧師だから何をするかって言ったら、3メートルの十字架担いで沖縄から北海道まで40代の時に歩いたわけね。もう教会に人が来ねえなら教会のシンボルもぎ取って歩こうってね。小さな十字架は目立たない大きな3メートルの十字架、重さ40キロ、雨に濡れたら60キロ。神よ雨を降りませんようにと祈ったら雨ばっかり降って重たかったけど、もうアーメンは言わない、ハレルヤだけにしようってなんか親父ギャグここでも言ってるけど、
その十字架担いで3000キロ歩いたわけよね。で、その後にアメリカ大陸も4000キロ歩いたの。キューバも端から端歩いて、台湾も端から端歩いて、そして韓国も3回、プサンからハンモン店まで歩いて、この後5月には台湾に行って、台湾もう1回歩いてんだけど、また歩きに行くわけ。で、もう十字架担いでる時はある意味で語らずにして語る、この十字架と俺のシルエットを、絵で見んなら人がどう思うか、これは分からない。でも自分の中に命というものがあって魅力があるなら、その姿見るだけで人に伝わるはずだと思って歩くわけで、40代に歩いた時、この日本列島一人で十字架担ごうと決心したら、いろんなやつらがね、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいなみたいな雰囲気でどんどんやってきて、僕の周りにね、トータルで俺を含めて7人の人が十字架担いで歩くことになった。その中に暴力団のやつがいたわけ。先生、今まで僕どの道間違いでした。これから天国の道しるべになる。どうぞ連れて行ってください。行きましょうと指がなくて、そう入れずに前科ご飯、ね、そして坂埋め会かなんかの爆中地、そして一緒に歩きながら姫路で3日間の集会、毎回パンチパーマ風の岩みたいな顔した人が終わったら、うわー鼻べっちょん、うわー鼻べっちょん、うわー鼻べっちょん、拭いながら先生って手に握る汚ねえ野郎だなと俺は思った。でも俺は A 型の天秤座だからバイキン嫌いなんだけど、でもここの中で俺の魂ロッカージーザスがそいつに優しくしてあげるという声がしたような気がした。だからそいつの鼻べちょの手を握ったら鼻べちょがべちゃっとついて、連れてってこの人歌舞伎座かよって、なんでこんなにボルテージ高いんだって。そして彼が1ヶ月ついてくるようになった。造園会社の社長さんといっても従業員自分だけ、スケジュールコーディネートしてついてきます。スケジュールほとんど入ってなかっただけで、ついてきて風呂に行ったらそいつ指はない、そう入れずに姫路の平和会の鉄砲玉、無法松の一生、もう人の命を狙って親分がこれしといたら出ていくやつ。でも覚醒剤打って頭がおかしくなって精神病院にいられる。そしてお母さんおばあちゃんがクリスチャンだから一生懸命祈る。信仰による祈りをやめ人を回復させて、不思議なことが起こって彼は退院できるようになった。大丈夫です。でも彼は、俺は教会なんかに行く人間じゃない。でもアーサー・ホーランドというやつがヤクザ引き連れて十字架担いで日本列島歩いてんなら、そこに参加してみたいってやってきて、これで8人中2人が暴力団。彼も前科者、覚醒剤の中毒者、癒されて一緒にメンバーになった。今度は北海道にたどり着いたら、また1人のヤクザがついてきたいって言って、これで9人中3人の暴力団がこの十字架行進についてきたわけだから、面白いことにやっぱりヤクザってお祭りが好きなんだよね。みこし担ぐのが好きなの。俺のみこしは十字架だから、この十字架担いでるのはアーサー・ホーランドマイみこしだってね。コロナがあった時知ってる？みこし担ぐの自粛したんだよ。俺頭にきたよ。俺はコロナの時にもうこの密閉密室、そしてみんな一緒に集まっちゃいけないというところで、俺はサメと十字架担いでノンマスクで沖縄のキャン岬から宗谷岬北海道まで3000キロ歩いたわけ、ノンマスクで。そしたらいろんな反応があったわけだよね。でもみこし担ぐやつって、みこしって何するかって言ったら病気を払う祭りなんだよ。だから病気が蔓延しているところに誰もこのみこしを担がない、自粛しているわけ。俺には自粛ない。緊急事態宣言なんてクソくらいだって言って歩いて、そして66名の人が教会に来たことはないやつが、俺も魂のロッカーを受け止めて、そして海で洗礼受けたいって66名起きたわけ。十字架行進やってると、これって一期一会で、来ておいでなんて俺は言わない。来たいやつは来る、来ないやつは来ない。でも一期一会というのは自分が心を込めてこの陣じゃないけど人慈しみあれの思いで歩いてたら、その愛を求めてやってくるやつたちと、この率託同期っていう言葉があるけど、どういう意味かというと、卵の中にヒナがいる。
ヒナは出てこようとしてくちばしで一生懸命卵の殻を割っている。同時にメンドリがその殻を割っている。同時にその殻が割れて出会うのが束託同期って言うんだよ。だからこれに人は求めたら、その求めている人の心を潤す人と出会える。求めないから出会わない。叩かないから開かない。探さないから見つけ出すことはできない。ハングリーになれよってことですよね。求めて動いたら与える人と必ず出会う。これが摂理なんですね。これが導きなんです。今日ここでみんな出会ったのは偶然じゃないんです。これは摂理なんです。ですから隣の人、周りの人ね、親しくすればいい。深くは親しくなれないにしても、人っていうのは思いやりを持つこと、愛情を持つこと、慈愛を持つこと。日本の美学の中で人ってダントツトップで大切なことなんですよね。その後に義っていうのがあるんだよ。仁義っていうのはヤクザで使われるけど、弱きを助け強きをくじく。江戸っ子だってね、神田の生まれを男は義理と人情と痩せ我慢。結局生きの美学で生きてるんだよ。日本のこのタトゥーの世界って武士道精神や日本の美学が染み込んで、入れ墨の彫り師やただ彫ってるだけじゃないんだよ、ね、ただ彫ってかっこつけてる人間っていうのはまだまだレベルが低いんだよ。結局大切なのは心意気なんだよ。だからさっき言ったキュープラロスっていうのは、人はみんなステンドグラスのようなもの。夜の帳が降りた時、真の輝きを表すのは内側から輝ける人だけだから。ちょいこの暗記力のおっさんね。結局人間みんなタトゥーしてたら、ある意味でお前の体は神の住む宮だってバイブルの中にある。ってことは、お前の体に神が住むなら、お前の体そんな入れ墨掘ってよくないじゃないかっていうわけさ。それが宗教っぽいやつらが言うこと。俺は冗談じゃない。武士道の本読んだことはあんのかって。武士道精神を貫くのは三輪失祭という応用名学を学んだ人の言葉だと。天と地とあらゆる生きる者の神は人の心の中に宿り、人の心となる。故に心は生き物であり常に輝く。我々の本質的存在の精神的な光は人間の意志に左右されない。一人でに心の内側から湧き起こり、正しいものと間違っているものを示し、それを良心と呼ぶのである。これこそ神から出た光なのだって。やばいぜベーベー、やばいぜベーベー。光は外にあるんじゃない、お前の心の中にあるんだと。その光に覆いがかけられてなければ、お前のステンドグラスなるタトゥーを通して魅力が溢れ出て、かっちょいいあいつはなんであんなにかっこいいんだ。心の光に正直に生きてるやつだよ。みんな光があるんだよ。そのように俺らは作られたんだよ。そして俺らは高価で尊く愛されている。もうお前のハートに神は刻んでくれてんだよ、愛を。お前は神の傑作作品だと。そして俺はお前を捨てない。お前の人間味ある生き方を通して周りの人々に優しさを、思いやりを、熱い心を表すためにお前は今立てられているんだと。あなた方の光を世に輝かせ、その輝きを通して多くの人々が自分の心の中にもこの光があるんだと気づける。そういう意味では人っていうのは自分の中にある思いやりや優しさを通して周りの人たちにそれを表していく。そうすると輪が大切になる。互いに愛し合うこと。自分だけが人徳な人間なんて使い物にならない。それが周りの人に影響を与えないと何の意味もない。ロング読みのロング知らずっていうのはそこから来てるわけですよ。そういう意味では俺ら一人一人偶然に生きてない。生かされている。俺は74だよ。人生80年って言ったらもうあと俺6年しかねえんだよ。俺には人生の賞味期限がある。俺だけじゃなくてみんなもいつか死ぬんだよ。間違いなく死ぬんだよ。しかし今は生きてるんだよ。生きている限り喜び楽しめっていうのはバイブルのメッセージ。このタトゥーコンベンションに来て喜び楽しむことが大切なんだよ。生きているっていうことを感じることは尊いことなんだよ。だからこのキングオブタトゥーに来て入れ墨入れるだけじゃなくて心の中がね愛されているんだというのに気づいていったら、あなたの彫った入れ墨はもっと輝きを放つんだよ。
自己満足だけのタトゥーじゃダメなんだよ。結局多くの日本の入れ墨を掘ってる粋なやつたちっていうのは、正義とか心意気とか仁義とか任侠というものを大切にしたんだよ。俺たちは忘れちゃいけないんだよ。俺たちの心、ハート、この光があなたのタトゥーを輝かす。人生ってね、必ず死がやってくるんだよ。死は我々の心に真に霊感を与える哲学の天才であるってショーペンハウエルは言ってる。死の存在がなければ一人の詩人も生まれなかったであろうとトーマス・マンは語る。私のすべての思考は死の実によって刻まれたものだとミケル・アンジェロは歌う。人生を熟慮したければ死から始めなさいとダライ・ラバは語る。浅いと思う心の赤桜、弱に嵐の吹かぬものかは親鸞上人。今も桜の花が咲き始めてますよ。日本人は桜が好きですよ。散る桜、残る桜も散る桜、良寛。ああ美しいや障子の穴の天野が歌った小林一茶。その一句前はいざさらば白稽古せん花の雨、死にしたくいたせいたせと桜から。なんで日本人は桜が好きなんだ。満開の桜を見るより桜花びらが散っていくところを見ながら無情を感じる人間だよ。無情を感じた時に人間は初めて成就、豊かさというものが欲しくなる。俺たちは陰と陽の狭間の中で、光と闇の狭間の中で生きていて、それは表裏一体、このまさに陰と陽のようなものですよ。だから変わるものと変わらないものの緊張感の中に大切な真理がある。俺たちは光の中にいると眩しすぎる、闇の中にいると暗すぎる。この光と闇の微妙なバランスが大切なわけですよ。だから人生挫折した時に、心に闇を覚えている時に、俺たちは自分の影を見る。この影を見てると俺の虚しさ、貧しさ、寂しさが反映している影だと。まさにこの影は俺の心を表していると思う。しかし影が濃いければ濃いほど、お前の背後に照らす光は明るくて強い。やばいぜベーベー。光は闇のうちに輝いている。闇は光に打ち勝つことはできない。あなたの心の中にある光に気づけ。この光がお前の入れ墨を輝かし、それ以上にお前の人間性を輝かす。俺たちはこの短い人生の中で己を磨いていく旅、人を思いやる、人に優しくする、それを仁、信、人とも言う。その次に大切なのは義。これは義というのは人の道筋、仁義ってあるけど、周りがやっても俺はこれをやらない。人が嘘をついても俺は嘘をつかない。そういうような男意義っていうものもその言葉の中に込められているわけ。礼に始まり礼に終わる。これも五輪のその言葉の中に、五条の言葉の中にある。仁、義、礼。礼に始まり礼に終わる。周りのことを思いやる礼儀正しい人間であれ。入れ墨を掘ってても人に優しさや思いやりを表す人間になる。俺が小さな頃育ったのは大阪市西成区鶴橋通り8丁目5番地。同じところだよね。浪速のブルックリン、ヤクザのエルサレム。クリスチャン的に言うとだよ。親の言うこと聞かない玉も持った人たちが大勢いるわけですよ。結局俺はその商店街を遊んでる。抗争事件なんてしょっちゅう。山口組の支部なんていっぱいある。俺はおばあちゃんおじいちゃんに育てられて春日春という大衆食堂で暮らしてた。そしたらね、おまわりさんがつもりの商店街の入り口からざるそば食べに来てくれる。そしたらおばあちゃんが正行って、俺の日本名正行って、なかなかピンとこないかもわかんないけど、岡田正行、岡田真澄とは何の関係もない。岡田真澄と言ったってもう今知らない人たちがほとんどだけど、この西成の鶴橋通りの向こうにあるつもりの商店街からおまわりさんがざるそば食べに来てくれる。おばあちゃんが正行、親子丼向こう側に出前持っていっといでって言われて、出前持っていく。おっちゃん出前持ってきたで親子丼って。そしたらこのおまわりさんが膝を折って俺の視線で、まーちゃんええ子やな、おばあちゃんの手伝いしてんのか。うん。まーちゃん鉄砲で遊びたいかってわけ。うん、遊びたい。本物のピストル抜いて弾抜いて俺に本物のピストルで遊ばせてくれる。今だったら銃刀をやんで必ず捕まる。俺の時代は小さい頃は男の子は警察官になりたい、ね、またはヤクザになりたい。そして女の子はバスガイドになりたいという時代。今度はまるっきりおまわりさんと逆の
ヤクザのおじさんが捨ててごと腹巻きで札束を腹巻きに入れながら、そして入れ墨姿でアル中状態で春日のレストランに入ってくる。そしたらおばあちゃんが「正行、あのおっちゃんにビールついどいて絶対お金もらえるから」って言って「うん、行ってくるわ」って言ってビールつぎながら、このおじさんが「まーちゃんええ子やな、小遣いあげるわ1000円や」って間違って1万円くれて、酔っ払ってくれててありがとう。もっと面白いのはオカマの春子ちゃんも来る。今ニューハーフとかゲイで LGBTQ はいろいろねやってますけど、俺らの時代は直球オカマね、顔に動乱塗って口紅つけて、そしてカツラかぶって着物着てあんたってオカマの春子ちゃんが来る。俺は初めてこのオカマの春子ちゃん見た時、おばあちゃんなんであのオカマの春子ちゃん化粧の下にひげ生えてんのとかよく聞いたもんですよ。もっと分かんなかったのは岡村春子ちゃんのボーイフレンドがつもりの商店街の入り口のポリスボックスのお前さんだって聞いた時、何が何だか分からなくなった。もうこの西成の春日のレストランは深海魚の集まり。もうね水族館に行かなくてもいろんな深海魚が泳いで春日に入ってきてくれる。俺は学校で通信簿全部1、親父は俺が1番だと思ったん。アメリカ人だから。でも母親が5は日本で1番で1は一番最低なんだって怒られたね。1でなんで褒められてるのか分かんなかったけど、結局そういう中で俺はねおじいちゃんおばあちゃんに育てられて成長していったわけですよね。学校で勉強するより人間学を春日歯の日大衆食堂で学んだ。俺は小さい頃その西成の積み橋でローラースケートで遊んでると、パチンコ屋からヤクザの兄さんが、ね、お客を引き出して屋根の瓦で頭ぶち割ってるわけですよ。それ見て怖えと思う。今度俺が誰かと喧嘩してたら、その同じヤクザのお兄さんがお前喧嘩やめろって言うんですよ。あんたやってたじゃん、お前はまだ早いって言うんですよね。だからまだこわ表のヤクザのおじさん兄さんでもね、お前その道理に外れたことをやるなって、でもあなたの道理に外れてるでしょって言いたいけど、でもなんとなくそれが粋だったわけですよね。そういうヤクザのお兄さんたちに俺たちは小さい頃魅力を感じて、ヤクザ映画見ながらかっこいい粋な人は入れ墨を入れてるんだと。半端な入れ墨入れるやつもいるね。そういうやつたちは言われるわけです。その粋なお兄さん、その背中の入れ墨ね、筋彫り痛いのか、ね、金がないのか、どうして完成させないんだって言われるわけだよね。だから入れ墨彫る時も結構ね違う意味で根性問われるところはあるわけですね。まあだからといって惚れない人とか惚れる人を俺はね分け隔てしようとは思ってない。これは入れる人入れない人みんな同じ人間、みんな同じ人間の中に神はいて、そして光り輝かせてくれる、その一人一人を。だから入れ墨入れてない人だってかっこいい魅力的な人はいっぱいいるね。入れててダサいやつもいっぱいいる。でも入れてて魅力的な人もいる。願わくば俺らもまさにキュープラロスが言ったように、人は皆ステンドグラスのようなもの。俺らはそうだよ。ステンドグラスを神の宮に掘ってるわけ。でも夜の帳が下りた時、人生真っ暗闇になった時、真に輝きを表すのはね、その人の中にある光だという。忘れないで。良心、要するに心の中に善意をしたい、人を思いやる心。仁っていうのはそれを反映した言葉です。礼もそうです。知っていうのもそうでしょう。知識の知恵の知ですよね。そういう意味では善意を行う判断力を知っていうわけですよね。また真、俺たちが使う言葉が真心のある言葉であることの尊さ。そうすると俺らはその日本の儒教の影響を受けて日本に入ってきた孔子とか老子の言葉っていうのはすごく俺らの人格形成をする言葉なんですよね。だから俺らは粋な人間を目指すべきで、ね、野暮な人間、野暮と粋っていうのは両極端ですよ。でも野暮な人間は粋を求めるんです。粋というのは理想主義的非現実だけど理想だから人は求める。でも求めていけば求めていくほど理想に到達できない哀れな弱い俺がいるんだって気づく。でもそこが大切なんだよ。
親鸞は悟りを開こうとして比叡山の山奥に入っていった。そして一生懸命修行を積んで悟りを開こうとしたけど、自力では悟りを開くことができないと悟った。自悪の万戦喫すれば功徳の塩に一味あり、人生を川で例えるなら己の怨念とか醜いドロドロしたものがドブ川となって流れている。しかしそのドブ川が行き立つところは海の海原。海の海原の中に入ったらどんなドブ川も海の一部として浄化される。やばいぜベイベー。どんな汚い人間でもその海の海原に入ったら全部汚れがね浄化される。親鸞はねそういう言葉を知ってたわけですよね。結局頑張っても頑張れば頑張るほど理想と現実の狭間の中でボケとツッコミしながら、自分は生きを目指すけど野暮な人間だ。それを見た時もうダメだ、諦めたって言うんだよ。俺らこの諦めたっていう言葉を使う時にネガティブなニュアンスで使うんだよ。諦めるというのは逆にこういう意味なんだよ。明らかに極める。やばいぜベーベー。何を明らかに極めるのか。理想ある、現実はこうだ。でも理想と現実の狭間の中で理想に向かっていく。しかし向かえば向かうほど自分は理想が遠く離れていく。もうダメだ、諦めた。明らかに極めた瞬間、実は光の源が俺に寄り添ってくれて、一緒に息の高値に向かっていこうぜって。やばいよね。だから見えない大いなる存在はあなたに対して仁を持っている、ね、あなたを思いやる慈しみを持っている。あなたに寄り添い、あなたがこの短い人生70年80年って言ったって29,200日、70万800時間、4204万8000分、蒸気のようにあっと過ぎ去ってしまう命でも、俺たちは死というものに向かってながら right now 今生きている。だからあまりフューチャー、未来を見すぎないように。未来を見すぎると今生きることを忘れる。過去にこだわり持たないように。過去にあんなことしてしまった、今こんなことをしている。過去にとらわれると今生きることを忘れる。未来にとらわれると今生きることを忘れる。結局この日今しかないんです。今俺たちは一つとなって話を聞きながら、あなたの中にいろんな思いが思い巡らしていて、必要なものだけが残る、無駄なものは残らないと俺は思いながら、皆さんの心の中に何か良いものを届けて励ましや慰めになれれば嬉しいなと思ってる。でもこれも求めていかないと、俺の言葉は人の頭の上に行く。ここにあらずならば跳ね返ってくる。しかしね、鯉が泳いでる池にパンくずを投げたら、鯉がバンバンそのパンを食べてくるように、俺はまさに言葉のパンをみんなにまいてる。それを誰が食べるか俺にはコントロールできない。しかしこの中にもそれにパクついて、あ、この人の言ってることは今俺が悩んでることを言ってくれている。その時にその言葉はその人にとって意味がある。万人受けは思ってない。万人受けは思ってないけど、みんなの心に届けるためにこの短い時間ね、このタトゥーキングオブタトゥーコンベンションでね、こういう話をしているわけですよ。皆さん、俺たちの人生はあっという間に過ぎ去る。でも今あなたは生きている。これは尊いことなんですよ。これはすごいことなんですよ。今生きてるからタトゥーを彫れるんです。死んだら彫れない。結局火葬場でこのタトゥーも燃え尽きるんです。灰になるんです。ですから俺たちはわずかな時間ね、このタトゥーを入れて粋な生き方、人を思いやる道筋を持って、そして相手を敬いながら礼儀を大切にしながら、そして自分の言葉の中に真心があるような言葉を語りながら、ただこのファッションだけではないこの入れ墨、これは俺の生き方のまさに内側から醸し出す俺の生き方の表れなんだとね、願くば自分のタトゥーや入れ墨と自分の心が合体しながら生きるやつってのは、必ずこの人かっこいいな、そういう人は入れ墨彫ってなくてもかっこいいな、必ず言われるような、そういう尊い存在になっていける。そして俺たちはこの人生を終えた時に、俺は勇敢に戦い走るべき道の走り抜いて俺の生き方を全うしたと言えるわけですね。バイブルの中にね、
この人という言葉と同じように人と向き合いながらっていうのがあるんだけど、ソロモンのこの箴言また画家書というのがある。これはもう聖書の聖なるポルノって俺は呼んでるんだけど、結局愛する者が戯れて一つになることが神と一つになることの雛形なんだよっていう、そういう言葉なんですよ。荒野からねこちらに登ってくるあの乙女は誰か。恋人の腕に寄りかかってリンゴの木の下であなたを呼び覚ましましょう。あなたの母もあなたをここで産みました。あなたを産んだ方もここであなたを産みました。私を刻みつけてください。ここはもうタトゥーの言葉で言う。私を刻みつけてください。あなたの心に、私の腕に。そして愛はね火のように熱いと。そして死にも打ち勝つ強いものだと。そして情熱はもう黄泉の燃える炎だと。愛は火花を散らす燃える炎ね。そしてこの愛を大水も消すことはできない。洪水も押し流すことはできない。誰かが愛を支配しようとねお金を出しても、そいつは野暮な人間として蔑まれるだけだという言葉があるけど、愛で一つになる。そしてその証として自分をあなたの心に刻んでください。そしてあなたの腕に私を刻んでくださいっていうのは、その人と一つになりたい、融合したいね。そして愛の結晶となりたいという思いがそこに込められてるわけですよね。だから入れ墨を掘るというのと愛情を求めているというのとはすごく似てるわけです。結局俺らを作った存在と一つになりたいという思い、あの10回はまさに岩に、ね、モーセが神によって刻まれた神の律法のことを言うわけですね。この人っていう言葉の一番古い漢字はどこから来てるかというと、あの亀の甲羅にこの人という古い字が書いてあるんです。人というのと、ね、人の姿とにっていうのが書いてある、ね、そしてそれだけじゃなくて骨に、ね、この字を刻んで残ってるんです。だから昔は骨に刻みを入れてたの。骨にタトゥーしてるようなもんですね。甲羅に彫ってその文字を残してるから、今のこの人っていう字がここにあるんですよ。ずーっと今の時代になって。だから昔から彫るっていうことって結構人間はやってたわけです。その刻んで彫るということを今ここの彫り師たちは俺たちの体に彫ってんだけど、どっか DNA の中にその刻まれるっていうことの何か神秘的な心の思いっていうのが必ずあるんですよね。そういう思いでみんなここに来て、何か自分が印象付けられる言葉をまたデザインをつけてくれって頼むわけですよね。もう5000年紀元前3000人以上の前にもうタトゥーはあったんですよ。もうアメリカ大陸でもインディアンを通して、アフリカでもあるね部族を通して、そしてメソポタミアのところでエジプトでもこの紀元前ね3000年前にいろんなものが発掘されて入れ墨をしているミイラなんかがあるわけですよ。それぐらい入れ墨というのは昔から歴史の中であって、そしていろんな意味合いを持ってその入れ墨を通して自分のアイデンティティというのをいろんな人たちは持ってたわけですね。聖書の中に俺の大好きな魂のロッカージーザス、俺らのために十字架にかかって五寸釘を打ち込まれ、真っ裸なフルチンの姿でクソもしょんべんも垂れ流しながら、俺らの罪深い結局心の中に悩みを持ってしまう俺たちを許すために自らが十字架にかかって彼らを許してあげてください。まさに人の源、俺らを慈しんで憐れんで愛して、そして俺らのために命張ってくれるね、双葉亭使命が愛という言葉が日本に入ってきたときに、あなたのためなら私は自分の命を捨ててもいいです。本当の愛というのはその人、自分の愛する人のために命捨てる、そういう思いの表れがあの双葉亭使命、あなたのためなら命を捨ててもいいですね。人のために、仁義のために命を張るっていうのはまさに人共同の世界であったことですよ。親分のために命を捨てる、それぐらい俺は
この親分をリスペクトして、この方のおかげで今の自分がある、その面倒を見てくれた恩義を忘れないって言って、その人がどういう状況にあっても俺は守るみたいな心意気がこの長い歴史の中で、ね、日本人の心の中に、特にこの任教の世界の中にはあったわけだから、そういう人たちがタトゥーを彫るっていうのは相当な思いの表れであり、大体そういう意気込みを持っている人たちが掘るからかっこいい。だから西成でヤクザのおじさんたちお兄さんたち見て、俺自身が憧れてね、50になって45あたりで入れ墨を掘って、そして今の俺があるわけですよね。俺はさっきのブラザーみたいに全体的にはまだ掘ってないよ。でもまだ掘ってないだけでこれから分かんねえよね。俺が棺桶行く前にもっと増えていくかも分かんないね。背中、そしてケツ、ね、胸あたりが今もあるわけであるけど、まあ、ちょっと今それ最終的にもう終わるから見せて終わりたいと思いますよ、ね、やばいぜベイベー。俺の後ろですよこれが。でケツもやってます。でもそのヤクザの人たちが集まって、そしてあっという間に僕の周りに約8人の暴力団が集まるようになって、そして彼らをアメリカキリスト教逆輸入しようって言って、そこには大日本正義団の第2代目の組長 90% の覚醒剤の大元、その人も仲間に入れてくださいってやってくる。そして背中に竜の入れ墨、ケツに獅子の入れ墨。そのヤクザが俺のところに電話かかってきて、先生俺の背中に呪われてるんでしょうかって。あんた勝手につけたんだろう。いや聖書の中に黙示録に竜は悪魔の象徴、そしてね獅子は悪魔の象徴、俺の背中に呪われてるんですか。何言ってんだ、ここの中に魂のロッカーになる、心配するな、背中見せながら心意気表せって言って、彼もね仲間に入って、あっという間に8人アメリカに行って、入れ墨伝道団と迫力伝道、日本の時事通信共同 UPI がニュースにして、そして日本中総なめモーニングワイドショー、それが東映の映画化されて、渡瀬さん主役で親分はイエス様という映画になった。その中でヤクザ、参加したヤクザみんな今牧師、深く悪いことを忠実に闇の世界でやってたものが、今はね深く忠実に光の子らしく人に手を差し伸べ良いことをする、そういうやつたちだから、深く悪いことをするのもある部分信仰がいること、でもそれがカオスを招いて警察沙汰になって前科をもらうことになる。彼ら変えられて今教会という組を作って、組員がいっぱいいるけど、みんな愛を人々に反映させていこうということで、多くの日本の歴史の中でこんだけのヤクザが今牧師しているというのはありえないぐらい起きてるわけですよね。十字架担いで日本列島歩いてね、興味ない人もいるけど興味ある、特にヤクザのような人たちは何かを感じて一緒に歩いて、俺もクリスチャンになる、洗礼受ける、牧師になる、そして教会という聖なる組を持って、そこで組長として聖書の話を来る人たちに伝え、そしてみんなその教会の組員になってるって、なんかわけわかんないことが起きてるわけだよね。でもそういうことが起きる。悪く生きたやつも心変えられる。皆さん一人一人もね、ぜひぜひ短い人生、悪いことすることより良いことした方がいい。憎みより人を愛した方がいい。ね、喧嘩ばかり捨てるんじゃなくて和解することも大切。ね、狭い日本、島国、ここでね、いろんな人と出会いながら、自分が気に食わない人から逆に謙遜さを教えられることもある。そしていろんな人間関係の中でね、意地張らないで学べるものがいっぱいあるっていう姿勢を持って人と接していったら、俺たちはどんどん成長する。あなたの入れ墨もどんどん輝く。逆に入れ墨入れてるから、いろんな人たちがあなたの話を聞きたいという風になってくる。少しでも俺ら入れ墨を掘ってね、生きている人間、置かれた場所でね、この人を大切にし、人を思いやり愛情を持って、そして人と接していくような人一人になっていきましょうよ。エメン。やばいですね、ありがとう。本当今日は長い時間ありがとうございます。もう時間が来て。Thank you so much. I'm speaking like a machine gun, but I'm just basically preaching, you know, but that everybody is loved.
and our body is a temple of God, and our tattoo is like a stained glass. The most important thing is a light within us. If the light is shining, our tattoo is going to be shine and do good to all people. Thank you so much. Where are you from? Florida. Okay. And you? London. ロンドンからフロリダからわざわざ外国から来てくださってます。拍手しましょう。Thank you. Welcome to Japan. Thank you. キングオブタトゥーメンバーの皆さんありがとうございます。拍手です。そして隣の人知ってるか知ってないか分かんないけどジンね人に2つあなた向き合ってハグしましょう。ハグ隣のやつとハグ OKOK 恥ずかしがってんじゃねえよ。長い時間どうもありがとうございました。 Thank you very much. Rock and roll